こんな風に波打っちゃって、こんなん全然ダメじゃないですか。ここでまた壁にぶち当たっちゃってしばらく試行錯誤することになるんです。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモリジです。今回は石積みのホームを自作しながら昭和時代を彷彿とさせるホームを制作してまいります。皆様に少しでも楽しんでいただけたらって思ってエンタメを意識した動画にしてみました。最後までお楽しみいただけましたら嬉しいです。川崎府の日常をジオラマで再現しました。詳しくは概要欄をご参照ください。画材屋さんで購入したスチレンボードを使って土台を作っていきます。ここまではすんなりと工作が進んでたんですけど、だんだんと雲行きが怪しくなってきちゃって、今回は大谷石の壁みたいな仕上がりの石積みを再現します。以前ボコボコした石積みのホーム工作を作った作り方思い出しながらですね、でも今回ボコボコじゃないんで石積みを1枚ずつですね、ちょっと抑え気味に作ってみたんですけど、でその切り出した部材を1枚ずつ接着をしていきます。これね、思いのほか大変なんですよ。でなんとか貼り終えたんですけど、なんかやばくないですかこれ。もっとつるっとした表面を再現したいんで、これじゃダメなんで一旦リセットして材料をいろいろと探し歩いて訪れた運命の出会いがこちら。この耐水ペーパーを細く切り出しまして、でもね、実はこの切り出しがなかなかくせ者で、カッターがすぐに刃こぼれしちゃったり微妙に斜めにカットされちゃったりとか、かなり苦戦したんです。その細く切り出した耐水ペーパーから石の部材にするために1枚ずつの部材を切り出して壁のベースになるプラ板に1枚ずつ貼り付けていきます。いや、この作業ね、表面のボコボコがない分ですね、ごまかしが効かなくって、さっきの作業とは比較にならないくらいめっちゃ大変で、ずれたりとか高さが合わなかったら剥がしてやり直すんですよ。で動画でご紹介するとめっちゃあっさりに仕上がるんでちょっと不本意なんですけど、こんな風に貼り上げていきました。次にホームの床の工作です。今回は対向式ホームを作ります。まずはホームの端っこを再現するために 1mm のプラ板を細く切り出していきました。そしてその切り出した部材を線路と反対側になる端っこに接着していきます。そして床を再現するための格子模様のデザインシートを用意して切り出しました。でこれをですね、スチレンボードに接着をするんですけど、どうしても接合部分ができちゃうんですね。なので床材を接着したらシートとの接合部分にできる隙間をパテで埋めていくんです。線路側のホームの縁石ってやっぱかっこよく仕上げたいですよね。目立ちますし。なのでプラ板を切り出してそれを一枚一枚貼り合わせてみたんですけどね、これね、めっちゃ労力かけたのにこんな風に波打っちゃって、こんなん全然ダメじゃないですか。ここでまた壁にぶち当たっちゃってしばらく試行錯誤することになるんです。僕の部屋にある愛樹さんとの合作の第三利根川橋梁ジオラマなんですけど、これね、この道路愛樹さんが作ってくれたところを見てたらざらついた仕上げでいいなと思って、これね、耐水ペーパーを使って作ったらしいんですよ。この素材もしかしたらホームにも応用できんじゃねって思って耐水ペーパーを買ってきてみました。今度はこれでやってみます。先ほど石積みとの素材感の差、これお分かりいただけます？ちょっとだいぶ雰囲気違いますよね。なのでこれをですね、先ほど切り出したホームの端のプラ板に合わせてあげて、なんとなくの幅で切り出していきました。これをね、プラ板にぐるって巻きつけるイメージなんですよ。で縁石の幅に合わせて1枚ずつカットをしていきます。でカットした部材をプラ板に1枚ずつ接着して3面接着したら完成なんです。めっちゃあっさりの紹介になっちゃってビビってますけど、結構これ手間暇かかってるんですよ。で塗装したら接着をします。凄腕モデラーの愛樹さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。というわけで諸々の塗装します。こういう工程って楽しいです。いつもはサーフェイサー使ってるんですけど、タイルのホームってちょっと白っぽい印象があるんですよ。昔住んでた石神井公園のホームとかばあちゃん家があった上石神井のホームって白かった記憶があるんです。なので白に近いグレーを使って塗装してまぶし塗装や汚し塗装をしました。とかこだわったみたいに言ってるじゃないですか。でもね、この後ね、白線の表現でマスキングに大失敗しちゃって下手こいたんですよ。結局このホームに関しては塗装全部やり直して、いつもみたいにサーフェイサーを使ってます。でもね、これホームパイロット版と本番用両方作ってるんで、本番用はしっかりこだわってます。前回は塗料を拭いて失敗しちゃったんで、今度は粘度の高いアクリル絵の具を塗ってみました。パッと見なんとかいけそうじゃないですか。でもね、よーく見ると全然お
話にならないんですよ。絵の具なんで洗って落とせるのがもう絵の具のいいところ、この水滴ご覧いただけると思うんですけど、洗って落としたんです。そういえば何年か前に SNS でビルの窓枠を再現する素材としてちょっと過去ログが消えちゃってどなたに教わったか分かんなくなっちゃったんですけどね、 0.5mm のテープを教わったんですよ。これ買ってあったんで、今回これテープが白かったんでこのテープを貼ってみました。で次に点線にするために貼り付けたテープをカットして飛び飛びで剥がしていくんです。こうすると白線が再現できるじゃないですか。そして最後に縁石の部材を曲がらないようにうねらないように丁寧に接着していきます。これなんでかっていうとゴム系の接着剤で接着してるんですけど、はみ出たのを取りのちで取ったら塗料剥がれちゃったんですよ。多分耐水ペーパーの上に塗ってるからだと思うんで、接着剤がはみ出さないようにめっちゃ気を使いました。スチレンボードの側面に接着剤を塗って曲がらないように気をつけながらゆっくり丁寧に接着しますって思ったら、スチレンボードがちょっと膨らんでるんですよ。石積みがかっこ悪く見えちゃうんで一旦剥がしてスチレンボードをカットします。いや結構ね手間暇かかるもんなんですね。再び石積みを接着したら完成になります。今回トミックス製のローカルフォームを使ってます。ちなみになんですけど、どうでもいい情報で、車両セットもそうなんですけど、紙箱開ける時ってこうやって定規を使ったりすると折れないで開けたりすることができるのはご存知の方も多いと思います。ホームを取り出したら屋根と床のパーツを取り外して分解していきます。ですね、実はここまで丁寧に案内したのは訳があって、急にパワープレイに変わるんです。ここから柱と屋根が接着剤で留められてますんで、柱が折れないように力加減とか外し方工夫しながらグリグリ外すんですけど、さっきまでの丁寧な作業何なのって感じですけどね、最後のこれ取れないし。で全部取ったら今度はホームの両端の部分、ここを切り取ってやすります。こんな感じに仕上げるんです。次に屋根の長さを決めます。今回は既製品の加工をしてますんで、屋根は切り継ぎ加工をするから屋根のカット位置の目安を決めていくんです。目安を決めたら今度プラノコで屋根を切るんですけど、この作業って何回やってもやっぱ緊張しますね。間違えて切っちゃうとか怖いですよね。上下線のホームの屋根の位置が揃うようにカットしたんで、実際に当てがってみて確認します。屋根と屋根の接着は断面に瞬着を塗っていくんですけど、この接合部分って切り継ぎの都合で全部じゃないんですけど、極力塗り面積が広くなるようにしています。接着剤を塗ったら金属定規を当てて極力まっすぐにします。トミックス製品のホームの柱は斜めになる張り材がこうやって簡易的に再現されてます。このままでも雰囲気は楽しめるんですけど、より見た目の情報量を増やしたかったんで、より目につきやすい線路と垂直になるこちらの方向の張り材を自作してみます。モールドをカットしたら柱に成形時の丸印とかバリとか見えちゃって、これも合わせて一緒にヤスリがけをして調整しました。1mm 角棒をカットしてそれを柱に接着します。なるべく均一になるように作るんですけど、これめっちゃハードル高くって、いやー大変でした。乾燥したらヤスリがけをして整えます。部材ができたら塗装をするんですけど、今回ですね柱は2色塗りにしています。製品状態だとクリーム色がちょっと強いかなって思ったんで、白に気持ち黄色を入れた調色した塗料を吹いて下半分はグレーにしています。塗料が乾燥したら屋根に柱を接着して雨どいの再現をします。雨どいは丸棒現物合わせてこうやってですね当てがってあげて長さを決めてカットしました。そしてプラ板を細く切り出すんですけど、これですね縦どいの金具の再現に使うんです。細く切り出したプラ板を軽く曲げてしならせて、そこに接着剤を塗って縦どいのパーツに巻きつけるような感じで接着します。乾燥したらヤスリがけをして整えて塗装して接着します。最後に全部取り付けたら完成になります。それなりの雰囲気になってくれたんじゃないかななんて自分にめっちゃ甘いんですけど思ってます。次回はこちらの作品を皆様にご紹介したいと思っております。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。